波動が下がるとき、魂は静かに本当のあなたを呼び戻しています。理由もないのに気分が沈んでしまう日、誰かの言葉がいつもより気になったり、何もしていないのになぜか疲れてしまうような時、もしかしたらそれは波動が変化しているサインかもしれません。波動とは目には見えないけれど確かに感じられるエネルギーの振動。その波動が下がるとき、あなたの内側では静かに何かが動き始めています。それは単なる落ち込みや不調ではなく、本当の自分に戻るための再調整のようなもの。この動画では波動が下がるときにあなたの中で何が起きているのか、その背景やサイン、そして整え直すためのヒントを優しく解き明かしていきます。今まさになんとなく不調かもしれないと感じているあなたへ、その感覚はあなたの魂が届けているメッセージかもしれません。それでは始めていきましょう。第1章、そもそも波動が下がるとはどういう状態？波動とはあなたの存在そのものが放っている見えないエネルギーの振動のこと。気分や思考、体調、人との関係、それらすべてに影響を与えている静かな波のようなものです。そして波動が下がるというのは、その波が少し鈍くなったり重たく感じられるような状態のこと。ネガティブになることイコール波動が低いというわけではありません。でも例えば不安や焦り、自己否定や怒りといった感情が強くなっているとき、波動の流れは少しずつ濁って感じられるようになります。また体が疲れていたり心が満たされていないときも、あなたの波動は緩やかに低下していくのです。大切なのは波動が下がることイコールダメなことだと思い込まないこと。むしろそれは気づきのチャンスでもあります。あなたの波動が変化するとき、そこには必ず内側からのメッセージが含まれているからです。次の章ではその時あなたの内側で一体何が起きているのか、その仕組みをもう少し深く見ていきましょう。第2章、波動が下がるとき、内側では何が起きている？波動が下がるとき、あなたの内側では思考と感情の間に少しずつズレが生まれています。頭ではこうしなきゃ、頑張らなきゃと思っていても、心はちょっと立ち止まりたい、本当は疲れたと感じている。そんな風に本音と表面の意識がずれていくと、波動は自然と低く重たくなっていきます。また外の世界ばかりに気を取られ、他人の評価や期待に応えようとしすぎているとき、あなたの波動は今ここから離れて不安定になります。これは魂がもう少し自分の内側を見てほしいと伝えているサインかもしれません。波動が下がるという現象は、実はあなたが自分とずれていることに気づくためのとても優しい知らせでもあるのです。無理をして笑ったり元気なふりをしている時ほど、あなたの内側はそっと訴えかけているのかもしれません。次の章ではそんな波動が下がった時に出やすいサインをいくつか具体的に見ていきましょう。第3章、波動が下がった時に出やすいサイン。波動が下がっている時、あなたの内側では様々なサインが現れます。それは急に落ち込んだり感情が揺れやすくなるようなちょっとした変化です。例えば理由もなくイライラする、いつもは気にならないことが急に引っかかる、眠くて仕方がない、疲れが抜けない、何もしたくない。また人の目が気になったり、未来の不安ばかり考えてしまったり、どこか自分の中心から外れているような落ち着かない感覚になることもあります。こうした状態はエネルギーの流れが詰まっているサインかもしれません。それはまるで呼吸が浅くなるように、心の奥のスペースが縮こまっているような状態です。でもそれに気づけること自体がとても大切なのです。
波動の変化はまず感じることから始まります。大きな不調として現れる前に、こうした小さなサインに気づいてあげることで、あなたの内側は緩やかに整い始めます。次の章では、そもそも波動が下がることは悪いことなのかという問いに、スピリチュアルな視点から触れていきましょう。第4章、波動が下がることは悪いことじゃない。波動が下がるというと、まるで悪いこと、避けるべきことのように思われがちです。でも実は、それは内なるリズムが静かに整え直されている時間なのかもしれません。人の波動はいつも一定ではありません。上がったり下がったりを繰り返しながら、まるで潮の満ち引きのように自然なリズムで動いているのです。そして波動が下がる時というのは、あなたの内側が一度立ち止まって見直してみてと静かに語りかけている時。つまり、それは内側を整え直すチャンスでもあるのです。スピリチュアルな視点から見ると、波動が下がる時期には、よく軌道修正や統合のプロセスが起こると言われています。焦りや違和感、孤独や停滞感が強くなる時ほど、その裏では、あなたの魂が本来の自分へと戻る準備をしているのです。だから、波動が下がったからといって、自分を責めないでください。それはむしろ、次のステージへ進むための通過点、深く整い直すための大切な時間なのです。次の章では、波動が整い始めると、内側にどんな変化が起こるのか、その兆しについて見ていきましょう。第5章、波動が整い始めると、内側はこう変わる。波動が整い始めると、あなたの内側には、静かで温かな変化が少しずつ現れてきます。まず、思考が緩み、頭の中が静かになります。それに伴って、呼吸が深くなり、肩の力がふっと抜けるような安心感が広がっていきます。何かをしなければという焦りが和らぎ、今ここにいることが少しずつ心地よく感じられるようになるのです。また、外の世界に振り回されなくなり、誰かの言葉や表情に一喜一憂することが減っていきます。それは、あなたの波動が本来のリズムを取り戻しつつある証拠。無理にポジティブにならなくてもいい。ただ、少しずつ自分の中心に戻ってくる感覚を感じてみてください。整った波動は、静かに、でも確かに、現実に影響を与えていきます。自然と、波長の合う人たちとのつながりが深まっていったり、物事の流れが思いもよらない方向へと動き出すこともあります。そして気づいたとき、あなたはこう感じているかもしれません。なぜかわからないけれど、今の私はちゃんとここにいる、と。次はいよいよ最終章です。波動が下がった時こそ訪れる、あなただけの出会いについてお話しします。最終章、波動が下がった時こそ本当の自分に出会うチャンス。波動が下がった時、人は自分を責めがちです。どうしてこんなに疲れてしまうんだろう。もっと明るく前向きにならなきゃ。そんな風に無意識のうちに今の自分を否定してしまうことがあります。でも波動が下がるタイミングこそ、あなたの魂がそっと本音に気づいてほしいと願っている時、本当は何が辛かったのか、どんな風に疲れていたのか、何を我慢し続けていたのか、そうした小さな声に耳を傾けたとき、あなたは本当の自分と出会い直すことができるのです。波動が下がることは後退ではありません。それは次のステージへ進むための通過点。暗がりの中でこそ本当の自分の輪郭がくっきりと浮かび上がるのです。今のあなたが感じているその重たさもまた、新しい自分へとつながる大切なプロセス。そう信じて、今日という一日を優しく過ごしてみてください。このチャンネルでは、波動、魂、目覚めに関するメッセージをお届けしています。よろしければ、
高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。そして、あなたが波動の変化を感じた瞬間があれば、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。その言葉が誰かの内なる波動に優しく触れるきっかけになるかもしれません。それでは、また次の動画でお会いしましょう。